皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの戦術的解説をお届けします。この動画では左右非対称な4231について解説していきます。これは個人的に今最も使いやすく、現環境におけるポゼッションの完成形とも言える戦術です。左右非対称ならではの立ち位置や役割によって安定したボール保持と多彩な攻撃を両立することができます。今回はそのコンセプトやスカット、そして実際のプレーまで詳しく解説していきます。ぜひ最後までご視聴ください。今回のスカットがこちらです。チームスタイルはポゼッションを使用します。また今回はクロスから得点するパターンもあるため、アグレッシブクロス A のリンクアップを戦術に組み込んでいます。そして配置としてはバルセロナのシステムをイメージしています。左サイドハーフが内側へ絞り、その分左サイドバックが高い位置を取る形です。ではそれぞれのポジションについて解説していきます。まずは右サイドバック。ここは今回の戦術におけるキーマンです。センターバックでビルドアップの選手を起用することで偽サイドバックとして中盤でプレーさせます。さらに今回のポイントは右サイドに左利きのアラバを配置している点です。現実ではあまり見られない起用法ですが、左利きであることによってカットインや逆サイドへの展開など内向きのプレーが行いやすくなります。このように右サイドバックのアラバは攻撃の起点として機能する今回の戦術で最も重要なポジションです。続いてセンターフォワード。ここにはヘディングの強いボックスストライカーを起用します。これによって中央からもサイドからも得点を狙うことができるのがこの戦術の大きな強みです。また控えにはラインブレイカーの選手も準備しておきます。起用するタイミングについては後ほど解説しますが、試合展開によってはラインブレイカーの方が効果的な場面もあるため、この選択肢も重要になります。次にセカンドトップ。ここには選手指示でディフェンシブを設定します。ツートップではありますが、実際にはミッドフィルダーのようにプレーするイメージです。今回は無印の選手を起用していますが、ここは特にこだわる必要はありません。ただし、プレイスタイルによってポジショニングが多少変化するため、自分の好みに合わせて調整してみてください。また、このポジションをミッドフィールダーではなくフォワードとして起用しているのは、守備時に442の形を作るためです。特にボールを保持する傾向のある相手に対しては、2トップでプレッシャーをかけることで、高い位置でボールを奪い、そのままショートカウンターにつなげることができます。さらに控えには守備的なミッドフィルダーを準備しておきます。これによりリードした場面で投入することで451のブロックを形成して試合を締めくくることができます。442のままでは自陣での守備に不安が残るため、このような選手起用も重要です。続いて OMF。ここには2列目からの飛び出しの選手を起用します。ライン間でボールを受け、ラストパスを供給することが主な役割になるため、パス数値の高い選手がおすすめです。次に右サイドハーフ。ここにはクロサーの選手を起用します。サイドで幅を確保しながらクロスを供給する役割なので、フライパスの数値が高い選手が理想です。続いて2ボランチ。ここはアンカーとプレイメーカーの定番の組み合わせを採用します。また、右にアンカー、左にプレイメーカーという配置も重要です。アンカーは低い位置を取るため、偽サイドバックとして中盤へ入る右サイドバックと合わせて三角形を形成し、ボール保持を安定させる意図があります。次に左サイドバック。ここには攻撃的サイドバックを起用し、選手指示でオフェンシブを設定します。これによって左サイドの幅を確保します。ここも右サイドと同様にクロスを供給する役割があるため、フライパスの数値が高い選手が理想です。最後にセンターバック。この戦術では2センターバックを中心にビルドアップを行うため、ドリブルやパス能力の高い選手を起用します。特に左センターバックは左サイドバックが高い位置まで上がることで孤立しやすくなるため、単独でボールをキープし、相手のプレスを無効化できる選手が理想です。以上が各ポジションの解説です。全体の配置としては左サイドバックが高い位置を取り、
右サイドバックが偽サイドバックとして中盤へ入ることで2-3超えと可変します。この形によって相手を押し込み続け、試合を通して主導権を握ることができます。では続いてこれらの選手がどのように機能するのか、試合でのプレーを解説していきます。まず最初に、この戦術で最も重要な考え方である生体理論について解説します。生体理論とは、相手と対峙した際にへそを相手に向けることで左右どちらにもプレーできる状態を作るという考え方です。逆に相手のプレスを怖がって横を向いてしまうと、プレーできる方向が限定され、相手に狙いを絞られやすくなります。以前の環境ではこのようなプレーを実現するのは難しかったですが、ドリブル操作のアップデートによって現在では十分に有効なテクニックになっています。そして今回このプレーを右サイドバックのアラバで行います。右サイドの低い位置で相手に正対しながらボールを持つことで相手のプレスを無効化し攻撃の起点になります。さらにサイドでは相手が寄せてくる方向が限定されます。そのため360度を囲まれる中央よりも正対の形を作りやすいこともポイントです。では実際のプレーとともに解説していきます。右サイドでアラバがボールを持っている場面です。このままボールを縦に運べば相手はその方向に向かってプレスを行うので距離を詰められ、その後のプレーが難しくなります。そこで一度相手に正対します。これによりアラバの移動方向を向いていた相手のベクトルがこちらに向かいます。そのタイミングで再びボールを縦に運ぶことで相手の逆を突き、プレスを無効化することができます。この場面も先ほどと同様です。こちらの移動方向に向かう相手のベクトルを正対によってこちらに向かわせてから縦にドリブルします。このように相手に正対するということは相手のベクトルをコントロールするということです。これは今回の戦術に限らずあらゆる場面で使える非常に強力なプレーです。これを身につけるだけでもプレーのバリエーションは一気に広がります。最初は難しく感じるかもしれませんが、その分大きなリターンがあるのでぜひチャレンジしてみてください。ここからはフィニッシュの局面について解説していきます。先ほどの正対によるプレーで相手を押し込んだ後は、これまで通りシンプルにゴールを狙います。まず狙いたいのはボックスストライカーの裏抜けです。ラインブレイカーほど頻繁ではありませんが、ボックスストライカーも裏へ抜けるアクションを見せるため、まずはこの動きにスルーパスを合わせることを狙います。
Like a Hellcat.また、レイオフを使ったフィニッシュも非常に有効です。レイオフとは一度縦パスを入れ、そのボールをワンタッチで3人目の選手へ落とすプレーです。これによって相手センターバックを前へ吊り出し、守備ラインに穴を作りながら能動的にフィニッシュまで持ち込むことができます。Like a Hellcat.次にクロスによるサイドからのフィニッシュについて解説します。今回はセンターフォワードにヘディングが強いボックスストライカーを起用しているため、この形も有効な得点パターンになります。もちろん、クロスからの得点が決まるかどうかは運に左右される部分もあります。しかし、サイドからも得点を狙える形が存在することそのものが重要です。先ほど解説した中央からのフィニッシュと組み合わせることで、より多彩な攻撃を仕掛けることができます。Didn't even get to bronze. I said I'm moving too far. Get to glass. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon. 最後にラインブレイカーの起用法について解説します。最初に触れたように今回はサブとしてラインブレイカーの選手を準備しています。
基本的にはボックスストライカーをスタメンで起用し、後半から状況に応じてスーパーサブとしてラインブレイカーを投入する形になります。ボックスストライカーはラインブレイカーと比べて中央に留まる傾向が強く、その分ボール保持が安定するのが特徴です。しかし、相手が積極的なプレスでボールを奪いに来るときや、5バックの守備を崩すのが難しいときなど、よりアクションの多いラインブレイカーを起用した方が効果的な場面もあります。このように試合の状況に応じて前線の形を変えることも安定して勝ち続けるためには非常に重要なポイントです。以上、左右非対称な4231の解説でした。左右非対称な配置から235への可変によって安定したボール保持を実現し、中央からの崩しとクロスの両方でゴールを狙える非常にバランスの取れたポゼッション戦術です。また、今回紹介した生態理論は他のフォーメーションや戦術でも応用できる考え方です。ぜひ皆さん自身のプレイにも取り入れてみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。